皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？私たちは毎日いろんな会話を交わしますが、実はすべての会話は問題解決型と共感型、どちらかに入るんです。誰でもこの両方のタイプの会話を使って話していますが、不安な時や気になることなどストレスが高い時は、男性は一般的に問題解決型、女性は共感型の会話をする傾向が強くなります。この傾向は相手にちゃんと話を聞いてほしい時ほど顕著になるので、それが夫婦のすれ違う原因になってしまうんです。問題解決型の会話では、状況を把握して素早く問題を解決することがゴールです。だから、いつ、どこで、誰が、どのように何をしたという事実の確認が中心になります。例えば、燃え盛る火の中を命がけで逃げ延びなくてはいけないという時だったら、問題解決型が必須ですよね。怖いですかなんて感情に配慮している余裕はありません。恐怖という感情はできるだけ排除して、どうやって逃げるのが一番いいか冷静な判断をしなくてはいけません。だから問題解決型の会話では、感情をできるだけ排除することが必要なんです。それに対して女性がよく使う共感型の会話では、感情にフォーカスすることでそれまで気がつかなかったことに気がつくというプロセスを大切にします。一方は感情を排除し、他方は感情にフォーカスするわけですから、意識をしない限り夫婦の会話がすれ違い、どちらかが不機嫌になってしまうというのは当然のことなんです。今日あの人にこんなこと言われちゃってという過去の出来事についての愚痴は、問題解決型的には無意味に感じるかもしれません。でも感情を中心に話す共感型の会話にも気づきというゴールがあるんです。このことを話したら新しい気づきがあるかもしれないと感じるとき、人は気持ちを語るんです。だから妻だけではなくて、男性の部下や友人であっても、相手が気持ちについて話をしだしたときは、差し迫る命の危機がない限りは、あなたが問題を解決しないでほしいんです。もちろん、妻の愚痴はできるだけ長く聞きたいという場合は別ですが、相手が自分の力で気がついて答えにたどり着けるんだという相手を信頼しながら話を聞いてほしいんです。そうなんだ、大変だったね、よく我慢したねといった相手をねぎらう言葉を中心に声をかけてください。こんな話をすると、ただでさえ妻の話は長いのに、そんな風に聞いてたら余計話が終わらなくなっちゃうと心配する方がいらっしゃいます。でもそれは逆なんです。まだ気持ちが伝わってないと思うから話が終わらないんです。共感型の会話では、自分の気持ちは分かってもらえたと感じると話は終わります。だからねぎらいながら聞くと、話は最短で終わるし、感謝はされるし、妻の機嫌は良くなるということで、いいことずくめなんです。ねぎらいながら話を聞くと、気がつき、つまり気づきが出てくるので、自分ももしかしたら悪かったかもと反省の言葉が出ることがあります。そんな時はぜひ気をつけてください。やっと分かったかと思わずあなたの意見を言ってしまうと、それまでの努力は水の泡になります。相手から反省の言葉が出た場合は、それに上乗せして相手の肩を持ってほしいんです。
確かにそういう点もあるかもしれないけど、その場ではなかなか無理だよね。と、ちょっとエコひいき気味にあくまでも味方になってほしいんです。そうやって聞いてもらうと、心の中に引っかかっていた感情が解けていって、物事を客観的に見れるようになるので、気づきのゴールにたどり着くことができるんです。こんな風に相手の気づきを助ける会話をするようになると、そのプロセスを手伝ってくれるあなたに対して感謝の心が生まれます。こんなエピソードがありました。若い頃、ある女性が出産直後なのに、正月に嫁が寝てるなんて、と姑に皮肉を言われて、辛い体調をして台所仕事をしたそうです。でもその無理がたたって体を壊してしまいました。慣れない夫の実家暮らしで、味方もいない心細い中、本当なら夫に味方になってもらいたかった。でも、おさんは病気じゃないからな、と夫が言った一言は、その女性の心をえぐりました。そしてその後、ことあるごとにその愚痴を夫にぶつけるようになったんです。こういうことってどこの家庭でもあるかもしれないですね。でも、たった一つの言葉をきっかけに30年間も続いた愚痴が途絶えたというんです。一体どんな言葉だったんでしょう。ある時、そのご主人は自分の娘の陣痛に付き添うことになりました。何時間も何時間も続く陣痛に苦しむ娘を間近に見、その背中をさすって励まし続けた結果、思わず妻にこう言ったと言います。おさんっていうのは本当に大変なんだな。あの時お前のそばにいてやればよかった。もっと優しくすればよかった。と。その言葉を聞いた妻の目から、ほろりと2粒涙が流れました。そしてそれを境に、もう二度と同じことを蒸し返すことはなかったんです。辛かった気持ちが分かってもらえたと思った時に、もう同じ話を繰り返す必要はなくなったんですね。今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。では、